どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。4月の1日から、たくさんの新社会人が日本で仕事を始めたと思います。なので今日はそれに関連した話題を選んでみました。今日のトピックは退職代行サービスについてです。皆さん、退職代行サービスって聞いたことありますか？多分聞いたことない人も多いんじゃないかなと思うので、まずは退職代行サービスとは何なのかについて話したいと思います。で、この退職代行サービスというのは簡単に言うと、仕事を辞めるときにそれを手伝ってくれるサービスのことです。時々ね、やっぱり自分で仕事を辞めるのが難しい場合というのがあるんです。そういう時にこの退職代行のサービスを利用するんです。で、やっぱり退職代行サービス、このサービスについて話す上で、日本の働き方っていうのも話さなきゃいけないと思います。なのでまずは日本の働き方、それから仕事を辞める難しさについても話したいと思います。で、まず日本で働くと聞いたら、皆さんはどんなイメージがありますか？結構たくさんの人が長時間労働とか残業とか思い浮かべるんじゃないんですかね。僕もやっぱり日本の働き方といったら残業が、すぐ頭の中に浮かびました。やっぱり日本では昔から今でもこの長時間労働とか残業が一般的なんですよね。で、それだけじゃなくて、会社に忠誠心を持つ。これどういうことかというと、会社に入ったらその会社を辞めないでずっと長い間続けていく。こういうのがまず常識としてあります。日本の文化としてあんまりたくさん転職しないで一つのことを極める。ちょっと職人気質っていうんですかね。そういう文化も背景にはあるんじゃないかなと思います。で、日本語には終身雇用という言葉もあります。終身雇用ってどういう意味かというと、一つの会社に入って、で、定年退職の、60歳とか65歳までずっと同じ会社で働くことを終身雇用と言います。最近はね、この終身雇用、ずっと同じ会社で働く人っていうのは少なくなってきたと思いますけど、やっぱり、そのイメージもまだ強くあると思います。例えば僕のお父さんは大学を卒業して就職した会社で今でも働いています。なので最近は少なくなったと言いましたけど、やっぱりまだね、そういう終身雇用で働いてる人っていうのもいるんですね。で、長い間働いて、いざ退職しよう、いざ仕事を辞めようって思った時に伝えられないケースっていうのがあるんですね。例えば上司の人が怖かったりとか、あんまり関係が良くなかったりとか、あとは会社ともしかしたらトラブルになるんじゃないかってちょっと心配している人もいるんですね。そこで使うサービスがこの退職代行サービスなんです。で、このサービスを使えば自分が退職をするときに代わりにいろんな手続きをやってくれるんです。で、具体的にどんな手続きを手伝ってくれるかというと、まず仕事を辞めるっていうことをその会社に伝えてくれます。なので、あなたの代わりに仕事を辞めるっていうことを伝えてくれて、で、それだけじゃなくて、その退職届っていうのも会社に送ってくれたりとか、あとは仕事の引き継ぎとか仕事の整理とか、
あとはね、それだけじゃなくてお金関係、例えば給料がまだ払われてなかったりとか、最後の月の給料とか、そういうところの交渉もあなたの代わりにやってくれるんですね。なので、例えばね、退職するっていうのが簡単かもしれませんけど、仕事の引き継ぎの作業だとか、あとは給料の交渉とか、場合によっては難しかったりしますよね。そこのめんどくさい手続きをやってくれるってのは結構助かるかもしれませんね。僕もね、やっぱり、仕事、日本で働いていた時に、書類の手続きっていうのはすごい多かったんですよ。なので、仕事を辞めたくても、その手続きがめんどくさくて、ちょっと一歩踏み出せないっていう人はいるんじゃないかなと思います。で、他にも、どんな人がこの退職代行サービスを使うかというと、やっぱり、精神的にすごいストレスがある人ですよね。やっぱり、この仕事をしている中で、いい会社だったら全く問題ないと思うんですけど、ちょっと問題がある会社っていうのもありますよね。日本語ではこれをブラック企業って言うんですけど、ブラック企業というのは、労働基準法を違反している企業のことなんですけど、労働基準法を違反するっていうのは、例えばすごい残業させてきたり、例えばパワハラとかセクハラとかしたり、法律を無視している企業のことなんですけど、実際そういうパワハラを受けていたり、セクハラを受けていたりして、精神的にストレスがすごい溜まってる人っていうのは、心の余裕がなかったりしますよね。やっぱりそういう人たちが藁にもすがる思いで使うのがこの退職代行サービスなんじゃないかなと思います。どうですか？皆さんの国でも、日本でいうブラック企業みたいな会社がありますか？日本では残念ながらまだたくさんブラック企業っていうのも存在するので、いい会社に働いてる人は別にこのサービスを使わなくてもいいかもしれませんけど、やっぱり精神的にストレスがある。パワハラを受けていたり、セクハラを受けていたり、毎日すごいたくさん残業があったりして、心に余裕がない人はこのサービスを使うと、そのストレスから解放されるんじゃないかなと思います。で、それからね、最近もう一つちょっと問題になってるのは、もちろんね、すごいストレスが溜まってる人もいるんですけど、逆にね、ちょっとのストレスがあったりとか、ちょっと大変なことがあっただけで辞めてしまう人っていうのも増えているみたいなんですね。やっぱり仕事をしている上でストレスとか大変なことってありますよね。毎日楽しいわけじゃないですよね。でもちょっと嫌なことがあっただけでこの退職代行サービスを使って辞めてしまう人もいるらしいので、また他の問題っていうのもあるんですね。やっぱり僕も仕事をしてて、仕事はすごい楽しいですけど、やっぱり嫌なことってもありますよね。でもやっぱり仕事だけじゃなくてね、生きている上で大変なことってありますよね。楽しいだけじゃないですよね、毎日。もちろん楽しいことが多い方がいいですけど、そうじゃないこともあるので、仕事が大変すぎる場合とか、職場の環境、仕事の環境が悪すぎる場合っていうのは、このサービスを使ってやめてもいいかもしれませんけど、すぐにね、このサービスを使うっていうのはちょっと考えた方がいいのかもしれませんね。皆さんの国ではこんなサービスありますか？結構日本独特なサービスだと思うので、今日の話を聞いてびっくりした人もいるんじゃないかなと思いますけど、実際にね、日本で働くことを考えている人とか、今働いていて退職をね、考えている人がいたら、ぜひ今日のエピソードを参考にしていただければなと思います。ということで今日は退職代行について話してみました。皆さんならこのサービス使うと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っている Patreon のサイトをぜひチェックしてみてください。
そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。